ピニャラーマシュルです。ということで今回もスクブスやっていくんですけど、今回はこちらですね。パワー戦車が暴走する理由ということでやっていきたいと思います。はい、ということでパワー戦車といえば、ソニック編成でね、今では使われてると思います。で、ソニックがパワー戦車を使って、たまに攻撃速度速すぎんみたいな、ズドズドズドンってめっちゃ撃たれてやられたっていうことを皆さん経験ないでしょうかっていうところで、マシロもね、なんでパワー戦車が暴走するのかっていうのをね、探してたんですよね。その原因を突き止めたかもしれません。ということでね、はい、やっていければと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在、クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画投稿しております。チャンネル登録の方で応援ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでやっていくんですけど、まずはこちらの映像をご覧ください。パワー戦車が暴走している時ですね。これね、真っ白遊んだ時のことなんですけど、パワー戦車の謎をね、突き止めたくて遊んでたわけじゃなくて、ソニック編成いいのないかなっていうのをね、探してて遊んでたところなんですけど、見ての通り、パワー戦車すごい攻撃してますよね。スーパーソニックとパワー戦車の攻撃速度バフ、これだけではね、こんなに速くなんないよっていうところなんですけど、皆さん、これ鋭い方はね、気づいてるかもしれませんが、パワー戦車が暴走する原因、これね、クローン鶏なんですよ。はい、ということで、この映像からね、結論だけ先に言うと、クローン鶏というよりは、正確には、真白の推測だよ。これ一応ね、真白の推測っていう範囲なんだけど、パワー戦車の攻撃速度がめちゃめちゃ速くなる理由は、移動速度アップのバフなんじゃないかなというところをね、真白は今ちょっとね、推測というか一旦ね、結論を出しました。ということで、全部ね、条件が揃ってるというか、クローン鶏を使った時に攻撃速度が速くなっている。そしてスーパーソニック、これもね、移動速度 50% 上昇のバフかな。これがあるので、パワー戦車がめちゃめちゃ攻撃してるんじゃないかと。だから、この映像のパワー戦車に対しては、クローン鶏の移動速度バフ、そしてスーパーソニックの移動速度バフ、そしてスーパーソニックの攻撃速度バフ、そしてメガポーションの移動速度バフ、そしてメガポーションの攻撃速度バフっていうのが、重なってるんじゃないかなと。いうところでこんなに攻撃力が速くなるんじゃないかと思います。ボットを倒すところはポーション持ってないんだけど、ポーションを取った後にね、モンスターに対して攻撃してるシーンがあると思うんですけど、そこでめちゃめちゃ攻撃速度速くなっている。これがね、ちょっとわかるんじゃないかなと思います。はい、訓練場での映像を見てみましょう。ババキンでちょっとね、比較してみたんですけど、レイジパワー戦車より明らかにクローン鶏戦車の方が攻撃速度速いんですよね。っていうところで、クローン鶏が影響してるんじゃないかなっていうのがね、ここでわかると思います。で、ソニックに関してはさらにスーパーソニックの移動速度バフと攻撃速度バフ、これがあることによってそのソニックでパワー戦車の暴走が起きやすい理由っていうのがね、なんとなく伝わるのではないかなと思います。はい、ということで、パワー戦車の攻撃速度が速くなる理由っていうのは、この移動速度アップが関わってるんじゃないかなというのが、真白の一旦の結論でございます。で、他にもね、召喚系のパワーで試してみました。ババラッシュとか、あと、スーパーブルースだよね。こういうのでも試したんだけど、そこはね、変わんなかったね。スーパーブルースを出してから、クローン鶏かけても、クマの攻撃は速くならなかったっていうところがありましたんで、パワー戦車だけなのかなと思っています。はい、ということで、パワー戦車の攻撃速度が、なんでソニックだけあんなに攻撃速度速くなるのっていうのがね、自分の中で紐づいたというかね、その、ババキンのレイジの方が攻撃速度アップかかってるはずなのに、なんであんなパワー戦車暴走しないんだろうっていうのはね、思ってたんですけど、移動速度アップだったらね、納得すよね。ソニックっていうのは、スピードブーストね、50% 与えれるので、こっちなんだと。スーパーソニックの攻撃速度バフじゃなくて、スーパーソニックの移動速度バフなんだね、というところがね、押さえていただければと思います。はい、ということで、ちょっとね、パワー戦車とクローン鶏ね、原因突き止めたはいいけど、自分的にこれ使いたくねえなっていう謎のね、あれがあるので、今回は、ラスト1試合ね、ソニックでね、違う編成ないかなっていう、パワー戦車の代わりにないかなっていうのをね、ちょっと模索しながら1試合だけね、遊んでいければと思います。編成は、グレッグメイビスいつもの感じなんですけど、ホグラッシュとブレイジングライト、一番安牌な形かなっていうところでね、遊んでいければと思います。ラインナップこんな感じです。レオンが後ろにいるっていうのと、あとはコルトでね、ちょっと火力出せないかなっていうのを遊んでいこうと思います。はい、1試合目、エッグマンゴブリンラッシュ。これはさ、もうグレッグメイビス入れるまでもない、このコインの稼ぎやすさっていうところなんだけど、真ん中のさ、エメラルド、さすがに取られるよね。取られましたね。はい、気にせずやっていきましょう。ソニック編成なんで、どっちみちね、序盤はしっかりと編成強化をしていった方がいいと思うので、無理に戦わずっていうところですね。あとは、ホグラッシュをね、うまく使っていきたいんだけど、そうなんですよ。やっぱね、ソニックでね、パワー戦車使ってる人多かったと思うし、マシロもね、そう紹介してたんですよね。というのも、
まあ、パワー戦車が暴走する暴走しないに限らず、別にね、ソニックとパワー戦車って相性良かったんだよね、普通にまあ。ちょっと前、1ヶ月前くらいかな、2ヶ月前くらいかな、ソニックコラボ第1弾があったんですよね。ソニックコラボ第1弾の時に、パワー戦車ね、めちゃめちゃ暴走してました、その時は。その時ちょっと待って、プレイヤー多い、プレイヤー多い、プレイヤー多い、いてて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 、これスーパーソニックで駆けまくる。オッケー、コインだけもらって、ちょっと逃げていきましょうか。すげえスパイクが追いかけてくる。すげえスパイクが。真っ白の垂直だとね、メガポーションでもね、結構パワー戦車の攻撃速度上がってるっていうのがあって、まあ移動速度もね、攻撃速度もどっちもバフかかるんで、結構ね、それ濃厚なんじゃないかなと思っています。はい。で、そうまあ、1ヶ月前くらいにパワー戦車がめっちゃね、暴走した時期があったんよ。本当の暴走ね。本当の暴走はまあ1ヶ月、2ヶ月前くらいか。まあそこの名残というかね、その時も、ほんとね、移動速度関係してたのかな。まあ攻撃速度バフをね、めちゃめちゃかければ、ババキンのレイジとかでね、パワー戦車めっちゃ暴走してたんだけど、まあ、そん頃のね、ちょっと思い出す感じはあるよね。ソニックだけね、最近はパワー戦車なんか強えなっていうのあったんだけど、まあ、真っ白の中で一つね、原因が出せました。クローンニワトリとスーパーソニックのバフかけて、メガポーションとレオンとつって、すげえ連射するからさ、あれ、マジで強いんだよな。マジで強くて。まあでもね、それ気づいてからは使ってない。昨日っていうかまあ試して使って、気づいてからはね、もう、クローンニワトリでもういっかっていう、使わなくていっかっていう感じになっちゃったんだけど、はい。これ全然軽くないね、これ。やべえな。パワー戦車の代わりになかなか見つかんないね。うん。これはね、ソニック重傷だわ。やっぱね、ソニックって弱いポイントとしてね、まあ、攻撃力が低いんですよ。ちゃんとスピードスターしてる。ソニックのね、攻撃力がね、瞬間火力が出せないんでね。じわじわね、あれする感じはいいんだけど、そのじわじわ攻撃していく感じはいいんだけど、どうしてもやっぱね、瞬間火力が出せなくて、そこをパワー戦車に頼ってたっていうのがね、多くの人だと思います。結構ね、ソニック編成で遊んでるプレイヤーの多くはパワー戦車使ってくるので、まあやっぱ瞬間火力みたいなのに悩んでるのかなと。で、やっぱりね、タル爆弾とかもね、使ってたんだけど、タル爆弾とかってさ、やっぱどうしてもさ、あれがあるじゃん。ラグ、爆発するまで。そこがね、なかなか使いにくい要素なのかなっていうのがあって、パワー戦車ってね、サブキャラみたいに使えるから強いっていうのがあるんだろうけどね。はい、っていうところでちょっと攻めていければなと思いますが、どうしようか。オプティマス入れたけどさ、あれの方が勝ってくね。これさ、行きましょう。ちょっと攻めさせて。ロアキンいけるんじゃないロアキン。いや、こうなんだね。やっぱここでパワー戦車がいるともっとドンって攻めれるんだけど、いやー、時間切れか。これ2位になるかな。結構ね、いや、火力がね、ロアキン消せねえ。ロアキンが消せねえですね。で今のもパワー戦車があったら絶対ね、圧倒してたんですね。パワー戦車さえあれば、まあ、圧倒はできたと思う。まあ、ホグラッシュだからね。ここがメガ5をタル爆弾とかあったら、それはそれで倒せてたかもしんないけど、やっぱりこの瞬間火力っていうのがね、ソニックの課題ではあると思うんですよね。一つ弱いポイント。そこを補うパワーをね、ちょっと今後はね、見つけていきたいですね。ということで今回はパワー戦車が暴走する理由ということでお届けしましたが、いかがだったでしょうか。まあ、多分ね、移動速度っていうところがね、関係してると思ってて、まあ、このね、今能力画面書いてあるじゃないですか。移動速度が 20% 上昇っていうのも、多分ね、今はもう関係ないですね。まあ、なんかその昔の名残みたいなのがね、まあ残ってるんじゃないかなと、個人的に勝手に思っていますが、まあどうなんでしょうっていうところで、まあでもやっぱパワー戦車が抜けたの痛いね。ちょっと自分的にパワー戦車を使いたくないっていう謎のプライドがありますが、はい、それは置いといてね、ソニック編成ね、またね、ちょっと強いの見つけていきたいなと思っています。まあ、瞬間火力をどう出していくか。まあ、ちょっと今回ね、オプティマス使ったんだけど、やっぱ、エイルスとかの方がいいのかなと思いつつ、はい、そんな感じで、お届けしました。で、まあ、あとね、もう一つパワー戦車の強いところといえばね、前衛にもなったんですよね。パワー戦車って、まあ、やられても関係ないから、前衛としても優秀だったっていうところがあって、まあ、ちょっとね、これ、なんかね、うまく、戻ってくれる、まあ、調整されるといいなとも思いつつ、はい、そんな感じで今回の動画締めたいと思います。よければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。あの夜も